Hello， 大家，美妆搭档情人第2季第3集，斗真终于下定决心要在事业上更上一层楼，决定前往法国进修，要和小枣短暂分离了。其实也不短，至少2年的时间呢。我们就继续来看看这2个人该如何在事业往前进的同时，平衡好他们的爱情，平衡好他们的生活吧。啊，上次拍的照出来了。まだラフなんだけど、すごくいい感じだと思うよ。ありがとうございます。夏目さん、よく撮れてますよ。そんなに照れなくても。对呀，小枣还不是很习惯哦。2人ともロミーやめちゃったりしないよね。起用させてもらった手前ね、しばらくはいてほしいなって。いやー、やっぱりはずいな。いいじゃん。将来ナンバー1 BA になる夏目さんの貴重な写真。からかってんだろ。俺もなんかからかってやりたいけど。隙がね。小松，你还是好爱他。トップアーティストになるっていう目標が定まったからか。雰囲気が引き締まったような。夏目さんが俺のこと好きだからじゃなくて。真面目に褒めてんだぞ。そりゃかっこよくもなりますよ。夏目さんの隣にいるんですから。这2个人就是用这种方式来拉扯的哦，一球比一球更直接。パリ行きっていつ頃になりそうなの？問題なければ年度末に事例が出る感じになるって。年度末ってことは3月。ナンバー1のすげえ BA になるって言ったけど、それって何なんだろうって考えたんだ。そしたら原田チーフのことを思い出して、新人を育てる仕事もいいんじゃないかなって。じゃあ夏目さん売り場離れちゃうんですか？不是，俺接客大好きだし、でももっと成長していろいろ経験積んだらいつかはそういう道に進む選択肢もあるのかもって。いいんじゃない？夏目さんならできますよ。なんでも。斗真还是这么爱他，这么欣赏你的早先生。哎。そりゃうちの店にも置かれるよな。間宮チーフ、自慢のチーフですね。いやいや、もうそういうのいいから。てる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 。ほら、あなたたち仕事仕事。はい。我跟你说，如果我朋友在我面前聊我的影片怎么样怎么样，我也超害羞的。それにしてもよう撮れとるな。俺はメンズスタッフに焦点を当てたいなら夏目さんの方がいいって伝えただけ。採用されたのは夏目さんの実力ですよ。俺、佐橋君エマにハマると思ってて。黄毛，你就是这一点好讨厌哦，好像什么事情都被你看穿了一样。エマが探しとるような人材に合う子おるでって言うたん。俺、しがらみ増えるん嫌やねん。せやから出世とか興味ないねん。哦，这也是另外一种在工作上的待下去的目标哦。頑張ってこ。ストップ。俺、夏目さんの頑張れだけで十分なんで。すぐのろけるやん。先に寝てないとあいつ仕事拒否しそうだしな。睡不着的。早く帰ってこないかな。小周想要努力，就算斗真不在身边，也把生活过好。可是心情还是有落差。ごめん起こした。お帰りって言いたかったから。是。夏目さんのお帰りも好き。店に夏目さんの写真が飾ってあったから頑張りました。真的是没有人要放过小枣的哎。やっぱり本物が一番です。他的用词是 homono 哦。やっぱりでも。こんなに慌てなくても。じゃあキスだけしよう。あのな。哈。哎呦。時間ないんでしょ。あのな。小枣被你调戏的。これなら間に合う。
だから慌てなくても。小赵还是这种很认真的性格哈。近々銀座店限定のイベント始まるんだろ。うちも新作出たと思ったらすぐコフレの予約始まるし、気合入れて頑張らねえとな。じゃあ。两个人都在不同的道路上各自前行。よかった。これ銀座店売り切れててこっちにあって助かりました。銀座最近すごく人気ですよね。佐橋さんもともと予約取るの大変だけどますますって感じ。小早在这里都可以感受到左乔在他的工作做得不错哦，那边生意这么好。移動って言っても今年入社したばかりの新人の BA なんだけどね。研修後池袋店に配属されたんだけどうまくいってないみたいで、ほらサーシ君を育てたって夏目君社内で有名だから。ってことはメンズ BA。哎，小赵你现在重责大任呢，被公司委以重任呢。よろしく頼むね。後輩のためにできることがあるなら頑張ります。果然第一集就埋下伏笔了哈，小枣要往这个培养新人的方向前进喽。今日から東雲有楽町店に配属になった星名陸です。新よろしくお願いします。酒野宮さんですよね。社内表彰のチーフ部門でルーキー賞だった。同一位呀、啊，都没认出来。おはよう。チーフの間宮です。ここはお客様もメンズに慣れてるから気負わず安心して働いてちょうだい。所以他之前在那家店出状况，是因为那边的客人不习惯男それでは的本 BA 日も吗？笑顔でよろしくお願いします。悩んで移動って聞いてたけどそんな感じしないな。ちょっと様子見てみよ前と同じ感じで接客してみてくれる？いきなり接客していいんですか？もちろん。你也是正式员工了啊。何かお探しですか？今日ちょっとアイブロウのアイテム試してみたくて。すいません、失礼します。おお。すいません。还不是很熟练，不过感觉也没有大问髪の毛题失礼いたします。就是感觉有点紧张。う。なんか手つきがおぼつかないな。しかも沈黙が長い。哦，新人さんですか？はい。会話すると手元が止まるな。そうなんですね。なんか最近肌質変わってきた気がしてて、乾燥するようになったっていうか、スキンケアとか変えた方がいいのかな。ああ、僕も結構乾燥肌っぽくて困っちゃいますよね。あー違う。そうじゃない。もっとちゃんとお悩みを聞いて。人家是想要你为他提解决方法，不是想要你跟他谈心。私犬飼ってるんですけど。僕も飼ってました。何犬？私ねコーギー飼ってる。うちもです。犬の話してる。これは一人にできない。确实，我也觉得，你怎么会让一个可能有问题的新人就这样子独立接客人？你应该要配一个老鸟在他身边带啊。家途中まで同じ方向だよね。はい。一緒に帰らない？はい。ぜひ。小枣，你的眼神不要闪躲，拿出店长的架势。研修しっかり学んで、それなりに自信もあったんで、俺すごく緊張してしまって、品番間違えたりとか、段取り間違えたりとか、余計テンパって。哎呀，太紧绷了。最初は誰でもそんなもんだよ。なんか怖くなっちゃって。俺、間宮さんみたいになれるよう頑張ろうって思ってたのに。3ヶ月前に会った時は頑張ります。あんなに目を輝かしていたのに。才3个月过后，信心就被打击了吗？俺、向いてないのかな、BA。そんなことないよ。緊張は場数の問題。たった1回のミスで引きずっちゃダメだって。しばらく俺と一緒に接客入ろう。居残りになっちゃうけどタッチアップの練習もしよう。小枣又要培养出下一个工作狂了。星名君はどうして BA になったの？大学時代好きだった子が佐橋さんのファンだったんですよね。哦，居然。で、こういうのがモテるのか、仕事が好きってどういう感覚ですか？哎呀，他也很想找到那种感觉吧。ショーで担当するモデルの予習です。你别靠近。変わったな。こんなに仕事頑張るようになるなんて、やっぱり間宮君の影響か。小枣这耳濡目染的影响力惊人。星名君の質問。哦，
うまく答えられなかった。只有在泡澡的时候才能看小枣拨起刘海哦。接客が好きだし、お客様に喜んでいただけると嬉しいし。これってただの俺の仕事の感想じゃね？やっぱりトーマに相談。你的感想对新人来说就很有参考价值了啊。俺間宮さんみたいになりたいって思って。一度はあんな風に思ってくれたんだ。何かきっと突破口があるはず。星名君を一人前の BA にしてみせる。よーし。何がよし？你又要害羞了。風邪ひきますよ。ちゃんと振りって。分かってるよ。哎呦，斗真也对这个场面一点都不在意哦。うちにメンズの新人が来て、どうしたら楽しく働けるか考えてた。相変わらず仕事バカですね。悪いかよ。家にいる時は俺のこと考えてください。考えてるって。なんならずっと考えてる。我觉得小枣比别人好的地方就是这一点，他真的很认真的在思考每一个人的问题。但斗真希望他不要就是把工作的事情带回家。ただいまのキスです。俺がやりましょうか。这两个人是真的越来越自然了哈，这个生活上的相处。这一集啊，延续上一集结尾小枣在思考的问题，到底什么样才算是好的 BA？ 没错，他的目标是想要成为他们品牌第一名这 BA， 成为他们顶尖的 BA。但是怎么样才算呢？顶尖的定义是什么？而今天这一集呢，就尝试回答了这个问题。当然，一集下来是还没有一个确定的答案。不过这种问题本来就是比较发散的，每一个人的想法、每一个人的定义都不一样，就没有一个标准答案。只是给我们看到了更多的可能性，包括上一次遇到了前店长那位现在在做培训师嘛，在总公司里面培育新人，这就给小枣看到了一个不一样的可能性。再加上工作上一路过来的这些机遇，仿佛也在暗示我们小枣适合走培育人这个路线哈。过去他曾经把斗真这个在工作上很有可能性，但就是态度漫不经心的新人，慢慢培养成一个哇，在公司里举足轻重、很有才华，甚至要进入核心团队的一个人才了。于是现在就又被委以重任，把一个有一点问题的新人交给小枣看看。你说小枣他真的有这么会带新人吗？其实就我们这一集看下来，也未必，他还是有犯错的。就像这一集我前面讲的，他怎么会把一个疑似有问题的新人就直接指派去独自接待客人了？就算他作为店长实在无暇亲自跟着他，也应该要指派一个老鸟跟着他呀。但我觉得小枣的好处就是他会思索不一样的解决问题的方法，他遇到困难不退缩的，在工作第一线发现问题，很快就开始反省，然后思索各种不一样的解决方法了。面对新人发出的问题，你到底喜欢自己的工作是什么样的一个感觉？他也会带回来泡澡的时候一边思索，他会认真对待新人的问题。我觉得这就是小枣的好处。再加上这一集下来，哇，看到他斗志满满的样子，真的是挺可爱的，也为他高兴。只是有些问题不是光靠斗志就能解决的，这个我们还要看看后续究竟在工作实务上还会发生什么状况。而其实不止小枣，这一集的斗真也看到了作为化妆师的另一个可能性，就是这一集黄毛对他说的，他其实没有想要成为整个品牌顶尖化妆师这样的追求，他就想待在他的位置，开开心心的、自由自在的做好他的工作。这其实不失为左乔作为化妆师的一个可能性哦。当然，并不是说他现在就要立刻转向了，毕竟他已经答应了 Emma 姐姐，他要接受培训了。但是我觉得这也是他可以走的一条路呀。毕竟我总觉得他现在虽然答应要接受培训了，但总觉得有点是形势所逼，有一点是小枣在推着他，Emma在推着他，才让他接受，才让他走上这条路的。在培训之后，他究竟想要走上什么样的道路？究竟什么样的位置是让他觉得自在的？我觉得这也是斗真他接下来要思索的。行了，这集就看到这边，这一整集看下来，看着这些认真的工作狂，努力面对工作的样子，哦，我觉得好累，我得休息一下。下次见，拜拜。